第1章伝説の始まり。グレイス・オマリーとは何者か。アイルランドの海に来た女海賊、グレイス・オマリー。彼女は16世紀のアイルランドで海を支配した女海賊です。そして、ただの荒くれ者ではありません。彼女は実は、貴族出身、領地を持つ、れっきとした女領主でもありました。アイルランド西部、この後地方の沖合に浮かぶ、クレア島。ここが、グレイス・オマリーが生まれ育った場所です。彼女の父は、船を操るオマリー一族の当主。一族は古くから、航海術と交易、時に海賊行為で名を馳せていました。そんな一族の血を受け継ぎ、グレイスは、子供の頃から海と共に生きてきたのです。ある逸話があります。まだ幼かったグレイスが、父の航海についていきたいと願い出た時のこと。父はこう言いました。お前は髪が長すぎる。ロープに絡まって危ないからダメだと。するとグレイスは自らの髪をバッサリと切り落としたのです。これが彼女の海の人生の始まりでした。男勝り、大胆不敵、そしてどこまでも自分の意志で運命を切り開いた女性。それがグレイス・オマリーです。なぜ女性が船団のリーダーになれたのか。16世紀のアイルランド、女性が軍を率いるなど通常では考えられません。しかしグレイス・オマリーは数十隻の船と何百人もの部下を従える船団長でした。当時のアイルランドはイングランドの支配下にありながらも各地の領主が反独立状態にありました。オマリー家もまたその一角。つまりグレイスは家督を継いだ立場として地域の防衛や経済を担っていたのです。グレイスは単に船を出して略奪を行ったわけではありません。交易品の輸送、航路の警備、海賊からの防衛、そして時に自らが襲う側になることも。彼女の船団はまさに海上の小さな国家のようでした。グレイスは海賊というより戦略家でした。家を守り、海を守り、人々を養う。そのために戦いを選んだのです。民衆に愛された女領主としての一面。グレイス・オマリーは恐れられただけの存在ではありません。実は地元の民衆から女領主として慕われてもいたのです。なぜなら彼女は単なる支配者ではなく、彼らの暮らしを守る存在でもありました。土地を管理し、交易を支え、時には飢饉や襲撃から人々を守る。彼女の統治は力ずくではなく信頼で成り立っていたのです。クレア島やアキル島周辺ではグレイスにまつわる伝承が今も語り継がれています。彼女が配った食料、略奪品を分け与えた逸話、そして敵に囲まれても村人を逃がしたという話。それらは恐怖の支配者ではなく守る者としての彼女の姿を映し出しています。グレイス・オマリー、それは戦うだけの女ではありませんでした。彼女は家族を持ち、民を守り、海と共に生きた一人のリーダーだったのです。第2章出産後すぐに戦闘の逸話を読み解く。伝説の舞台出産と同時に敵襲来。グレイス・オマリー最大の逸話、それは出産の数時間後に戦闘に参加したというものです。この話はただの伝説ではありません。実際にアイルランドの民間伝承として長年語り継がれてきたものです。時はおそらく1570年代後半。グレイスは大密後を出産するため自身の船の船室にこもっていました。しかし運命は容赦なく襲いかかります。まさにその出産の直後、海賊たちがグレイスの船団を襲撃してきたのです。民間伝承によればグレイスはまだ産直の身、まともに歩ける状態ではなかったとされます。しかし彼女は仲間たちが押されていると知ると立ち上がったのです。そして銃を手に取り、痛みに顔をしかめながらも戦闘の前線に立った。このエピソードは海賊というよりも戦う母親としての彼女の姿を強烈に印象づける逸話となりました。荒唐無稽に思えるこの伝説。けれど彼女の人生を知れば知るほど本当にあり得たかもしれないと思わせる説得力があります。それほど彼女は非常識を生き抜いた女性だったのです。戦う母親、銃を手に取った理由。グレイスが立ち上がったのは母として、指揮官として、そしてリーダーとしての責任からでした。彼女にとって家族も部下も等しく守るべき存在だったのです。当時の船旅は常に命がけでした。略奪、嵐、病気、裏切り、生き延びるには船長が不在であること自体が致命傷です。そして何より
彼女の部下たちはただの雇い人ではありません。オマリー家に忠誠を誓った者たち、つまり彼女の家族そのものでした。記録によればグレイスはこの襲撃を自ら撃退し、数名の敵を討ち取ったとされています。この戦いの後、敵は彼女の存在を恐れるようになり、周辺海域での略奪行為を控えるようになったとも言われています。それほどまでに彼女の行動には協力があったのです。痛みに耐えながらも銃を手に取った。それは誇張ではなく信念だった。グレイスにとって母であることと戦うことは決して矛盾しなかったのです。この逸話の信憑性は資料と民話の狭間で、さてこの産後すぐに戦闘参加した逸話、どこまでが事実なのでしょうか。答えは完全な史実とは言えませんが、無視もできないというのが学者の見解です。なぜなら当時の記録は断片的で、女性の行動はほとんど文書に残っていないからです。しかし後世の民間伝承や交渉文化には当時の人々の記憶が色濃く残っています。そしてこのエピソードはグレイス・オマリーに関する伝承の中でも最も広く語られているものの一つです。例えば19世紀に記されたアイルランドの地方誌には、オマリーの女王が山褥の床から浮き上がり剣を取ったとの記述があります。さらに20世紀以降の研究者の中には、この伝説は完全な創作ではないとする者もいます。なぜならグレイスの生涯そのものが常識では測れない出来事の連続だったからです。史実か伝説か、その境界にあるこの逸話こそグレイス・オマリーという女性の象徴なのかもしれません。現代を生きる私たちにとっても非常時に立ち上がる強さとは何かを問いかけてくるのです。第3章、当時のアイルランド社会と女性たち。16世紀のアイルランドにおける女性の地。16世紀のアイルランドで女性が政治や戦争の場に立つことはほとんど例がありませんでした。それだけにグレイス・オマリーの存在は異例中の異例だったのです。当時のアイルランド社会は男系中心の封建体制。女性は財産を相続できても養子になることは極めて稀でした。またキリスト教の価値観が広がる中で、女性は家庭を守る存在として扱われ、政治や軍事の前線には立たないのが常識だったのです。そんな中グレイス・オマリーは家督を継ぎ、父の船団を指揮するようになります。彼女は実質的に領主として振る舞い、交易、外交、防衛、全てを自らの手でコントロールしていました。つまり彼女は男性的権力の象徴を女性でありながら握っていたのです。グレイスの存在は16世紀のアイルランド社会にとってまさに例外。けれどその例外が後の時代に可能性になったとも言えるでしょう。戦う女性は異常だったのか。当時の社会では戦う女性は非常に珍しい存在でした。しかし決して存在しなかったわけではありません。グレイス・オマリーはその中でも得意な例でありながら確かに実在した戦う女性でした。戦いとは男の役割、そうされた時代背景の中で女性が武器を持つには相応の理由と覚悟が必要でした。だからこそ記録に残る女性戦士は極端に少なく、語られる機会も少なかったのです。それでもグレイスと同時代のヨーロッパではフランスのジャンヌ・ダルク、オスマン帝国では女性の将軍の逸話などが残っています。グレイスもその一人。しかも彼女の場合、戦闘だけでなく戦略、外交も指導していました。彼女は剣だけでなく知恵でも戦っていたのです。戦う女性は異常ではなく記録に残りづらかった存在だった。グレイスの人生は歴史の片隅にうずもれた女性たちの姿を浮かび上がらせてくれるのです。グレイスが生んだ女性リーダー像の革新性。グレイス・オマリーの生き様は後の時代に続く女性リーダー像の先駆けとなりました。彼女は男社会の中で女性であることを手放さずに戦ったのです。グレイスは男のように生きたのではありません。女性として自分のままで戦った人でした。母であり、妻であり、養子であり、海賊であった。それらの役割を矛盾なく生き抜いたことこそが彼女の革新性です。彼女はエリザベス一世との会見でもあえて女王に仕える貴婦人のような態度を取らなかったと伝えられています。礼儀はわきまえながらもその姿勢には自分という強さがあったのです。それが女王エリザベスからも一目置かれた理由だとされています。グレイス・オマリーはただの伝説の女海賊ではありません。
彼女は女性の可能性を自らの人生で切り開いた16世紀のリーダーだったのです。第4章グレイス・オマリーの母としての素顔、家庭と戦場を行き来した日々。グレイス・オマリーは戦うだけの女ではありません。彼女には母として妻としての顔もありました。彼女の人生は家庭と戦場を絶えず行き来するものだったのです。当時の女性の理想像といえば家にいて家族を支えること。でもグレイスはそれとは全く違う道を選びました。彼女は自分の手で船を操り部下を率い、時に家族を連れて航海にも出ていました。最初の夫ドンナル・オフラハーティとの間に3人の子供を設けたグレイス。その後も再婚し、さらに子供を設けながら彼女は常に海の上にいました。航海中に出産したという伝説も家庭と戦場が重なっていた彼女の生活を象徴するエピソードでしょう。現代でも仕事と家庭の両立に悩む女性は少なくありません。16世紀にそれを物理的にやってのけたグレイスの姿には今を生きる私たちも励まされるのではないでしょうか。息子たちとの関係、そして後継者問題。グレイスには複数の子供がいましたが、中でも特に知られているのが息子ティボートとの関係です。彼女にとって息子は家族であると同時に後継者でもありました。当時家を継ぐのは通常男子。しかしグレイスは自らの家督を握りながら息子たちを後継者として育てようとしていました。ところがその道のりは平坦ではありませんでした。ティボート・バークはグレイスの再婚相手との間に生まれた息子です。彼は若い頃イングランドに捕らえられ投獄されてしまいます。この時グレイスは女王エリザベス1世に直談判し息子の釈放を要求。そのために自らロンドンまで出向いたのです。母としての強さ、そして家を守る者としての覚悟、その両方がこの行動に現れていました。グレイスにとって息子たちはただの家族ではなかった未来そのものであり、彼女の生き様を継がせる存在だったのです。女である前にリーダーだった覚悟。グレイス・オマリーは常にリーダーであることを最優先に生きました。それは母であることや妻であることよりもです。彼女は自らの生き方を女性らしさに縛られることなく貫きました。時に冷酷な判断も下しました。時に家族よりも戦乱や領地を守ることを選びました。夫が死んだ後、オフラハーティカの城を奪われそうになった時、グレイスは言いました。私がこの城に入り鍵をかけた。だからここは私のものだと。この言葉は後にアイルランドで語り継がれる名台詞となりました。彼女にとって自分の意思で選ぶことこそが女としての強さの証だったのです。女として、母として、そして何より一人の人間としてグレイス・オマリーは戦い続けました。彼女が生きた16世紀の海はただの荒波ではなく人生そのものだったのです。第5章伝説の真意。なぜ今グレイス・オマリーなのか。伝説が残る意味。グレイス・オマリーの人生は数百年経った今も語り継がれています。それはなぜか。ただ勇ましい海賊だったからではありません。彼女は生き方そのもので語り継がれる存在になったのです。波乱万丈の人生、常識への反逆、信念に従って選び続けた道、その全てが今の時代に生きる私たちにも何かを語りかけてきます。例えばアイルランドでは彼女の名前を冠した学校やフェリー、劇場があります。グレイス・オマリーは単なる歴史の登場人物ではなく文化や誇りとして今も息づいているのです。伝説はただの物語ではありません。それは生き方の記憶です。グレイス・オマリーはまさにその象徴なのです。現代社会に響く女性のリーダーシップ。グレイス・オマリーの姿は今を生きる私たちにとっても学ぶことの多いリーダー像です。彼女は女性であることを言い訳にも誇張にもせず、ただ自分の責任を全うしました。それは現代社会で求められるリーダー像とも重なります。誰かの期待に応えるだけでなく自分の意思で立ち行動すること。企業や政治、教育の場でも女性リーダーが増えてきた今でもきっと多くの人が感じているはずです。女性であることにまだ多くの制約や偏見が残っていることを。そんな時代だからこそ16世紀の海を自らの意志で切り開いたグレイスの生き方は大きな勇気を与えてくれます。グレイス・オマリーは500年前の女性にして時代を超えたロールモデルなのかもしれません。
グレイスの生き様が今の私たちに語りかけること。波に立ち向かい、誰にも道を譲らず自分の人生を自分で選び続けたグレイス・オーマリー。その姿は今の私たちにも大切な問いを投げかけてきます。あなたは自分の人生を誰のために選んでいますか？あなたは自分の意思で動いていますか？グレイスはその答えを生きることで示してくれました。戦場で銃を手にした時、息子を救うために敵国の女王に直談判した時、城を奪われそうになった時に毅然と言い放った言葉、それらは全て自分の人生を他人に預けない姿勢の表れでした。グレイス・オーマリー、その名は海に来た一人の女の名前です。けれどその魂は今を生きる私たちの中にもきっと宿る場所があるのです。